こんにちは、パワミです。本日は DAX 式なしでメジャーが作れるクイックメジャーについて説明します。本日の流れです。はじめにクイックメジャーとは何か、メジャーと計算列の違いを簡単に説明します。その後、実際の Power BI 画面でクイックメジャーの使い方の例をいくつか紹介します。分析に足りないデータがあるとき、DAX 式を使って新しくメジャーを作成することができます。DAX は計算に使うための数式、演算子等のことで、使いこなすには少し勉強が必要です。クイックメジャーを使えば DAX を使うことなく簡単に新しいメジャーを作ることができます。Power BI を使っていると疑問に思うメジャーと計算列の違いも解説しますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめにメジャーについて説明します。メジャーとは数値データ、集計できる値のことです。Power BI では分析に必要なデータが足りないとき、DAX 式を使って新しいメジャーを作成することができます。Power BI デスクトップの新しいメジャーをクリックすると、独自のメジャーを作成することができます。クイックメジャーを使うと、DAX 式を使わずに新しいメジャーを簡単に作成できます。DAX は計算に使うための数式や演算子等のことです。Power BI デスクトップのクイックメジャーから作成することができます。試しに営業利益率の計算をメジャーで出してみました。営業利益率は利益割る売上額で出していますが、クイックメジャーを使うと真ん中にあるような DAX 式が自動で作成されメジャーを作ることができます。自分では一切この DAX 式を書く必要がありません。次にメジャーと計算列の違いを説明します。計算列は左に表示したような例です。例えば Power Query Editor で売上額マイナスコストの計算をして利益の列を追加しました。一方、先ほど見せた営業利益率はクイックメジャーで新しくメジャーを作成しました。この計算列で追加したデータとメジャーで追加したデータはどう違うのでしょうか。計算列とメジャーの違いを簡単に表にしました。まず計算列は1行ずつ計算された値です。一方でメジャーはカテゴリー等で集計された値です。計算のタイミングとしては、計算列は列を作成したタイミングで、メジャーはレポートを作成した時になります。計算列はスライサー、フィルターに使えますが、メジャーは使うことができません。どういうことかもう少し詳しく説明します。これを理解することで、メジャーの意義、計算列との使い分けも理解できます。例えば先ほどの営業利益率を計算列、メジャーでそれぞれ出してみます。毎月の売上額と利益額のデータがあり、利益額割る売上額で営業利益率が計算できます。まず計算列では1行ずつ計算され、月ごとの営業利益率が算出されます。この時、月ごとの営業利益率データとなっているため、例えば2021年度の営業利益率を出すことはできません。次にメジャーを見てみます。メジャーの計算されるタイミングは、レポートを作成するときでカテゴリーごとに集計されます。そのため、年度ごとの営業利益率や分類ごとの営業利益率等を出すことができます。そのため、2021年度、2022年度ごとの営業利益率を出したい場合、メジャーを使って計算します。このようにメジャーは集計データのため、レポートでは値にしか入れることができず、フィルター、スライサーには使えないことに注意してください。それでは実際に Power BI 画面でクイックメジャーの使い方を紹介します。今回サンプルデータとして簡単な売上リストを用意しました。毎月の商品ごとの売上数を2020年4月から2022年3月までの24ヶ月、2年分準備しました。これを Power BI デスクトップに取り込み、Power Query Editor で
コスト、売上額、利益の計算列を追加しています。このテーブルを使っていくつかクイックメジャーを作ってみます。クイックメジャーの作り方は簡単です。上部に表示されているクイックメジャーをクリックしても作成することができますし、フィールドの列名やメジャーを右クリックして新しいクイックメジャーを選択することでも作成することができます。クイックメジャーが開いたら、まず計算方法を選択します。はじめに助算で営業利益率を出してみます。計算式で助算を選びます。助算の計算では、上ニュメレーター割る下ディノミネーターの計算式になりますので、上に利益の合計、下に売上額の合計を入れて OK をクリックします。クイックメジャーでメジャーが作成できました。メジャーの名前を変えておきます。作成したメジャーは左側に電卓のようなアイコンが表示されます。クリックするとクイックメジャーで作成したメジャーの DAX が上部に表示されます。実際にはこのような DAX 式で計算されていますが、自分では一切書くことなく自動で DAX 式を作成してくれています。作成した営業利益率を右下のテーブルに入れてみます。まだ値がパーセントになっていませんでした。割り算をしただけなので 100% が1と表示されるようになっています。パーセント表示に直すにはメジャーを選択してメジャーツールに表示されているパーセントのマークをクリックします。これでパーセント表示になりました。左下の分類ごとの売上額推移にも営業利益率を追加してみましょう。このような感じでクイックメジャーで作成したメジャーをレポートに使うことができます。次にカテゴリーごとの平均で分類名ごとの毎月の売上額の平均を出して右下のテーブルに追加してみたいと思います。計算でカテゴリーごとの平均を選び、基準値には売上額の合計が入ります。カテゴリーには日付を入れます。月ごとの売上額の平均を出したいため、カテゴリーは日付が入ります。OK をクリックするとメジャーがまた自動で作成されます。メジャーの名前を変えて右下の表に追加してみます。このような感じで分類ごとの毎月の売上額の平均を出すことができました。ちなみにクイックメジャーを使わなくても値が集計できる場合があります。表の左にすでに売上額の値を入れています。先ほど計算したメジャーとは値が異なるのは、この売上額が合計額を表示しているためです。値に入っている売上額の下三角をクリックすると、合計、平均、カウントなど選択することができ、これらの集計はクイックメジャーを使う必要がありません。これは暗黙のメジャーと呼ばれ、裏では DAX 式が書かれています。では試しに平均を選択してみます。先ほどクイックメジャーで出した値とやはり少し異なります。魚介類の売上額平均は一致していますが、お菓子の売上額はクイックメジャーで出した金額の半分の値になっています。元のデータを見てみます。分類がお菓子のデータはチョコレートとピーナッツの2種類があります。先ほどの暗黙のメジャーで平均値を出した場合、お菓子のデータの売上額合計が全レコード数で割られた値が出てきます。つまり4年間分48レコードで割られます。出したいデータはお菓子の全売上額を2年間分24レコードで割ったデータです。そのため今回のように分類ごとの平均を出したい場合、暗黙のメジャーでは正しい値が出ないので、クイックメジャーを使う必要があります。では次にフィルターされた値で
肉類・魚介類の売上額をこの面グラフに追加したいと思います。現在は全売上額のみ面グラフに表示しているため、ここにメジャーで肉類・魚介類のみの売上額を作り追加していきます。それではまた売上額を右クリックして新しいクイックメジャーを作ります。計算はフィルターされた値を選択します。基準値は売上額。フィルターには分類名を入れます。分類名の選択で肉類・魚介類を選びます。コントロールキーを押しながら複数選択することができます。これで OK をクリックします。作成されたメジャーの名前を変えて面グラフに追加してみます。こんな感じで全売上額に対する肉類・魚介類のボリュームが可視化できました。では次にタイムインテリジェンスで利益額の変化率を出してみます。右上の折れ線グラフに利益額を表示しているので、ここに月ごとの変化率を加えてみます。利益の列を右クリックして新しいクイックメジャーを作ります。計算はタイムインテリジェンスの月ごとの変化を選択します。基準値に利益の合計、日付に日付を入れます。作成したメジャーをグラフに追加してみます。少し分かりづらいので、分析で 0% に線を入れてみます。水色の折れ線が利益額の前の月からの変化率で、中央の線より上にあれば前の月より利益が増えていて、下にあれば前の月より利益が減っています。最後の月は変化率がマイナス 100% になってしまっているので気にしないで良いです。こんな感じのメジャーができました。最後にまたタイムインテリジェンスで売上額の年間累計を出してみます。売上額を右クリックして新しいクイックメジャーを作成します。計算はタイムインテリジェンスの年度累計を選びます。基準値は売上額の合計、日付に日付列を入れます。では売上額の累計をレポートにしてみましょう。なんだか変な感じです。よく見ると1月から12月までの累計になっています。おそらくアメリカの基準なので、日本のような4月から3月までの年度で累計表示したい場合、少し DAX を変更する必要があります。作成したメジャーを選択すると上部に DAX が表示されます。この一番最後のデートの右に年度累計の終わりの日付を追加します。カンマダブルクォーテーション3月31と追加してエンターをクリックします。すべて小文字で書きます。DAX を追加してエンターを押すと年度の終わりが変更されます。4月から3月までの売上額累計が表示されました。今回よく使うクイックメジャーをいくつか紹介しました。これ以外にもいろいろな計算がクイックメジャーでできると思うので、ぜひ使ってみてください。本日はクイックメジャーについて説明しました。必要な分析用データが一度のクイックメジャーで作成できない場合、1回クイックメジャーで計算したメジャーをさらにクイックメジャーで計算したりする2段階のステップを踏むことで作成できることもあります。クイックメジャーを使えば自分で DAX を書かずに作れるメジャーも多いと思うので、ぜひ活用していきましょう。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。